伝統調律の尺八を吹こうということで今回お話ししたいんですけど、邦楽ジャーナル3月号、2020年3月号に私記事書きまして、こちらは菊出井さんのお書きになった地なし尺八の魅力、こちら私が書きました、伝統調律の尺八を吹こうという記事です。ですね、内容というのはですね、今皆さん吹いていらっしゃる尺八とか、出回ってるといいますか、そういう尺八はまず西洋音階の尺八です。私は、西洋尺八と呼びます。これ私以前はこれメインで吹いておりましたこの7個の尺八ですね。これはもちろん西洋尺八です。でこの7個のこの小さい穴ですね、これがない状態、この5個であったとしても、西洋音階であれば、西洋尺八です。で私はこの今こちら結構古い地なし延べ管、100年ぐらい経ってると思うんですけど、これをメインでいろいろ歌謡曲や演歌なども吹きます。でこの尺八といいますか、伝統調律について説明したビデオというのを、もう何年も前に、この YouTube にアップしておりますので、下にリンク貼っておきますのでぜひ、ご覧になって、いただきたいと思います。それで実は以前にもこの邦楽ジャーナル誌に以前からといいますかこのことについて書いておりまして、25年ぐらい前にまず最初書きました。それはですね、その内容というのは、当時80年代90年代といいますか、もっと前からかな、なんか昔のいわゆる名鑑ですね、なんたら鑑とか銅鑑とかなんとか老鑑とかいろいろ名鑑があるんですけど、そういうものをですねなんかピッチが合ってないと勘違いしまして、特に参考がね合わない、なんか高いとか地が高いとか言って穴の位置を削って変えちゃうんですね。頼んだりしてね、そういうことが横行しておりまして、私はそれはまずいんじゃないかと思いましてね、記事を書きました。もし、西洋音階の尺八が欲しいんであれば新しいのを買った方がいいんじゃないかと、昔のをいじるな、それは文化破壊ですよと、そういうことをまず書かせてもらいました。それからまた次に8年ぐらい前ですかね、また伝統調律のことについて書きまして、その時はですね鹿児島の笛天福、これね天福なんですけど、鹿児島特有の笛天福、これはですね私もう30年以上前から持ってまして、これをいろいろ吹いてるうちにこれもいわゆる西洋音階に合わないんですね。なんかその当時変なピッチだなとか思って吹いてたんですけど、いろいろ試してるうちに実はこれ何でも吹けるっていうことが気がついたんです。でこれも天福の紹介というのを、YouTube にもう何年も前にアップしておりますので、ぜひリンク貼っておきますから聞いてみてほしいんですけど、それで結局この伝統調律の尺八と似たようなね傾向っていうか同じと言っていいですね。ですから天福のこの調律っていうのは尺八と同じなんです。それでこの尺八、伝統調律の尺八が実は何でも吹けるっていうことに気がついたんですね。それであれというかどういうことなのっていうか気がつきまして、
ようやくっていうか、最近になりましてね、ついにもう乗り換えたというか7個よりもこっちの方が便利だって感じなんですね。それでそのことを今回書いたんですけど、実例といいますかいくつもアップしてありますので、予作とかですねルパン三世とかあとねヘンデルも吹いております。それもリンク貼っておきますのでぜひご覧になってください。それで要するに伝統調律の、特に地なし管はですね、非常にいいんですよね。もう音色もいいし全く困らない。ヘンデルも吹ける、何でも吹けると。それでその上で言うんですけど、古典の曲ね最近また古典を見直すというか古典に変える的なことがありますけど、地唄や、本曲、要するに江戸時代の音楽はですねどちらで吹きますか。当然こちらですよね。伝統音楽を西洋音階の社会で吹いたら意味ないんじゃないですかね。ということも書きまして、全然難しくないんですよね。理解すれば全然問題ないというか、むしろこちらの方が当然伝統音楽はやりやすいです。もう手がですねそのようにできておりますのでもう絶対にそちらだと思います。それからですねそうですね、あとはそうそう伝統調律の地なし管というと割と皆さんね長い2尺5寸だとかってちょっともう無理っていうか、私ちょっとそんな長いの吹けないんですけど指が届かないんでそれもそれでいいと思うんですけどねやはり尺八は1尺8寸が基準だと思うんです。その上でいろいろな長さがあっていろんな曲が地なし延べ管といいますか昔の伝統の地なし延べ管でも、いろんな曲が吹けます。それをまず基準にした方がいいと思います。それから最後にですね書きましたのは、今これをこれで吹いてるんですけどシャクペラーズっていうのをやっておりまして、ギターとかバイオリンとかそういう西洋の楽器と一緒にやってるんですけど、そうしますとピッチの問題があるんですね。ピッチっていうのは相対的なものじゃなくて絶対的な筒音とかのピッチですね。これはちょっと高いんですよね。微妙に高い。ででもこれ合うんですけど、でそういうのをですね今また尺八を今私作っておりまして、ちょっと前に作りましたってビデオ上げてますけど、その辺のピッチがだいたいうまく合うように作りたい、そうやって地なし管地なし延べ管の伝統調律の地なし延べ管の普及をしたいなと思っております。そんな内容の記事でした。